おはようございます。画家のギソです。今日はですね、こちらの雪山、北海道ですね、を描いていこうと思います。本日もよろしくお願いいたします。今日はですね、これ、ドライブラシ。ドライブラシって何？私の描き方というのはどちらかというと水結構多めにいこうぜっていう感じなんですけど、そうじゃなくて、もうこのね、雪の白さみたいなのはもう残す。塗り残して、そして、こういうところというのはもう、水を少なめに描いていって、もう白いものを、紙の白を雪に見せるという方法でございます。本日もよろしくお願いいたします。この動画、ぜひぜひ、チャンネル登録していない方、半数近くチャンネル登録してないんですよ。よろしくお願いいたします。あとは高評価、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。今日下書き自体はもう本当にラフにパパッと書いていこうと思います。これはですね、アルシュ紙という紙ですね。アルシュ、もうちょっと高いですけどね、皆さんにとっては高いですけど、やっぱプロはいい紙を使います。いい作品を作るためにはいい紙を。そしてこの、アルシュ紙のこの、粗い、ザラザラしたようなところをうまいこと使いながらですね、ドライブラシという方法で描けんかなと思っております。ほぼ、これ A4 サイズの紙に、印刷プリントアウトしてますけどね、ほとんど同じような感じなんで、なんとなくね、この辺かなとかですね、この辺かなとか、不安やったらこういう風にこの辺かなとかって当てがっていって、この山の頂上ここかなとか、山の頂上ここかなとかっていう風に、書いていくことも大体ほら合ってるでしょ。いけるんちゃうかなと思います。あとは、転写もどうしても不安やっちゅう人は転写をされてもいいかなと思います。これぐらいだったらそんなにね、難しくないかなと思います。で、僕個人的には水をね、多めに書いていくというような感じで、透明水彩っていうのはやっぱり滲みとかぼかしとかね、そういった方法というのを活用されていくことをお勧めはしているんですけど、これぐらいバーンとね、真正面から光当たって、陰影がないような風景とかっていうのはなかなかね、そういうぼかしとか滲みとか陰影とかっていうのはつけにくいと思いますし、つけてしまうと、この良さ、もうこの白い、青空に白銀が光る、感じみたいなのが描きにくいかなと思いますので、そういう時はね、ちょっと違った方法、ドライブラシ。ヒグマさんが出そう。ここの山のところに見える肌ですね、春先のですね、これ北海道ですね、ゴールデンウィークぐらいの、まだ雪は残っているという。九州にいると考えられませんよね、もう。で、この辺で針葉樹林が生えているよとかっていうこととかね。だいたい自分の中で、このあたりかなというのを頭に入れるような感じで書いてあげて、このあたりかなということを頭の中に入れました。ちょっと練り消しを使って、少し失敗したとことか、自分でわかる範囲で消しておいて、無駄な線は少し消しておいてください。で、空に関しては、もう大きな色面でドンと見せたいので、ここのところはドライブラシというよりは、水を多めに含ませた筆で山のところ、綺麗な水でですね。で、粗い紙なので、少しゆっくりやりつつも、でも素早く、ゆっくりやりながら素早くって難しいんですけど、しっかり紙の目の中に水が入っていくように。で、そういうのを見ながらね、確認して、ビッビッビッ。これは、なんていうのかな、コンポーズブルーみたいな、さっきバジターブルーって、バジターってどういう意味だよね。僕はこれを最近ね、ちょっと、軽いブームですけど、もっと、ビュー、コバルトブルーみたいな色があればよかったけどね、ちょっとないね。よいしょ。よいしょ。もうこういうのね、もう一発でね、決めるようにね、してあげてくださいね。もう、2層はかかんぞぐらいの気持ちでいった方がいいですよ。今の段階まだ村っぽいですけど、よいしょ。初心者の人もね、ぜひぜひよ
中5系少しこう、周りに馴染んでくれ、こぼれた。馴染んでくれということで少しね、馴染ませながら、なんかここの下にね、マスキングテープをちょっと置いて、坂道作っております。坂道ね。で少し、濃すぎるかな思ったら、多すぎるかな思ったら、ほんの少しだけこう、紙の方にね、1ミリか2ミリ入るぐらいにこうして。で、こうまたこうビュー。たらね、ムラなく、塗れますので、で、乾かしたいなと思ったら、こういうグラデーション、ほんの少しのグラデーションつけるときっていうのは下の。少しね、ムラっぽくなってしまって残念ですけども、これはもう紙がこうですね、これ最後のあと2枚なんですけど、このブロック式のがこう剥がれてしまったので、これ致し方なしと。これぐらいのこう部分はね、なんかこう楽しんで、ちょっとぐらいね、味っていうのがあるんですよ。なんかね。どうしてもこう、絵を描くことにおいて皆さんがこう完全に失敗してはいけないと思い込みすぎてる感が僕なんかあるなというふうに思っていて、多少のこうなんかことを許容できてもいいかなと思うんですね。で、なんか、失敗というと言葉悪いですけども、少しぐらいはね、なんか味とかね、そういうのも認めれていくと、なんかいいかなと。完全にこう、ね、潔癖に、これもダメ、あれもダメというよりは、このぐらいはもう許容しましょうよというね、よくこうね、失敗とかって皆さん言うんですけど、いや、それが味と思えばね、ちょっと許せるじゃないですか。うちの旦那はもうイケメンでね、とかって思って結婚したけど、どんどん年取っていくとなんかこう、ね、あれ思ってんのとちゃうわってなってくるじゃないですか。あるでしょ、そういうのね。でそんな時にね、味わい深い、こう、年輪を重ねてきてくださった、ね、うちの子供の、クソわがままな子供のためにこう、年輪を重ねてきてお仕事をしてくれた、そんな旦那の、頭髪が若干弱しいところとかも味やと思えば、許せるんじゃないですか。少しね、こうやってかすらせながらですね。一番こう奥の方の山、要は白を入れてますわね、これね。で白をちょっと入れて、こう、ガッシュと呼ばれるような状態にまして描いていってます。ガッシュ。で、ちょっとこう白を、今回はやっぱ奥から手前もっともっと強くって描いていこうかな思ってます。今、こう世の中失敗したらもう総叩きに合う時代なんですけどね、本当に多少のね、チャレンジをしての失敗を許容できる世の中になっていってほしいと思うんですけどね、もう失敗したことない人が多いのか、もうすごい総袋叩き状態になりますもんね。何ですかね。頑張ってチャレンジしてね、行く人に対して。スポーツなんかね、積極的な失敗っていうのは意外とこうね、許してくれることもありますけど、消極的な失敗に対してはね、安倍監督も厳しいなと思います。いいと思います、そういうのはね。風によって輪郭のところね、少しこう、慎重になりながら。下書きとかなしでね、言ってますけどね。この辺とかね、あんまりこう細かい描写までは、その下書きもせずに、少し毛先が柔らかい筆というよりは硬めの筆とかで、この筆はずっとラフィーネさんは使い続けてきてるんですけども、ちょっともう、毛先がですね、少しこう、とんがらなくなってきたのと、ちょっとこう硬くなってきているので、こういった時にはすごい逆に重宝します。
だから筆がもう赤になったからもうすぐバーイとか捨てるというわけじゃなくて、こんなとこでも使えるぞ。こんなとこでも使えるぞ、みたいな。かなりこう白入れてますけど、ここに乗せるとかなりしっかり色つくでしょね。で、ちょっとずつ手前にこう来ている。焦げ茶が強すぎた。まあ、こういうのを書き出す前は、少し絵の具をチューブからブリブリブリっと出してあげてもいいですよ。ドライブラシ。ね。ここに結構手前の方に、ある。下の方に行けば行くほど標高が下がって気温が低くなっていくので、この、まあ緑ではないですけども、この山肌みたいなのが見えてきたりしてますね。やっぱね、北海道っていうのは本当にここもやっぱ世界に誇れるね、非常に、でも食べ物も美味しいしね、魅力度ランキング、ね、何年と1位でしょ確かね。最下位のとこどこなのか僕も知らないですけどね。最下位47位のところとかね。僕が聞いた話によるとそこはラーメンも美味しいそうですよ。ラーメンもね美味しいしね。有明海のなんかカニが美味しいとか言って誰かおさん言うとったんですよ。カニも美味しいし、牡蠣もあるし、玄海の方の呼子のイカとか美味しいとか言ってね。なんか、まあ、福岡の横で、長崎とかの横でなんかね、探してみやんとわからないんですけど、ちょっと皆さん探してくださいね。どこか知らないですけど。美味しいんですけどね。なんかね。よいしょ。ドライブラッシュ。食べ物ももちろんね、なんとか牛っていうね、ぜひ探してみてくださいね。なんとか牛というのが美味しいですよ。昔ちょっとなんかこうですね、なんか囁いてはった人がいたんですね、お姉さんで。で、まあちょっとこう商品、なんていうのかな、関西方面のブランド牛を使ってますというふうには言うていたんですけど、違う、牛を使っていたっていうのがちょっと問題になったことあるね。その時に代わりに使われていたのが探してみてください。なんとか牛なんですよ。ねえ。失礼な話ですよね。どんどんと目打ってくれたらええのにね。美味しいですよ、本当に。もうで、ちょっとずつ手前に来ると濃い、山になってきましたよね。濃い山になって。で、ちょっとこう茶色とかも入ってきて、茶色みが少し強くなって、バーンとシェーンになってウルトラマリンブルーというこの3色で今日は書いてます。バジターブルーとですね。僕はこのバーンとシェーンのウルトラマリンブルーとかを混ぜて、かなり暗い色を作っていくんですけど、まあ、偶然的にもうちょっと水とか多めにした場合っていうのは、このなんか、分離色と呼ばれるウルトラマリンブルーと、によって分離色と呼ばれるような、感じで、偶然的にすごくこう、綺麗にね、行くことあるんですよ。そういうこう、なんか偶然的な分離色みたいなのも楽しんで、福岡のまあ、人が、こう、美味しいとこ食べ行こうって連れてってもうたら、ね、こう、カウンターかなんかの、そんなとこにたまにね、連れてっていただいてありがとうございます。カウンターとこう見たらね、なんとか県産イカ、なんとか県産牛、なんとか県産。全部探してみてください。そこの、ね、魅力度ランキング最下位の県の、福岡食美味しいとか言いますけどね。はい、面白いもんですね。ね、食べ物ばっかじゃないですよ。なんか海とかもね、なんかガタリンピックとかやってますよ。はい。干潟の有明海といえば、海苔が一番、海苔ですね。海苔の養殖が全国1位。ね。皆さん海苔食べるでしょ？あと日本酒が美味しいんですよね。九州、まあ九州とは言うてないですね。九州ですかね。まあ、九州の中では、日本酒が美味しいんですよ。お金昔持ってた。ねえ。薩長度。もう一個ありますよね。薩長度。探してみてください、皆さんね。全部ドライブラッシュ。空以外ドライブラッシュ。よいしょ。
で、まあ、ここのドライブラシで描いてるとこを見せるためには、ちょっとここの辺は、色面で少し見せてあげてもええかなと思いますので、ちょっとこう色面でどんどんと大きく、ちょっと脇役的な感じというのは少し水を多めにして、こういうとこ分離色と呼ばれる。もう全部、ドライブラシでやってもいいんですけど、少しこうね、違いもつけてあげたりとかしても面白いかなと。コメントをするの恥ずかしいっていう人はぜひね、チャンネル登録、そして、まあ、高評価ボタンを押していただけるだけでも、じゃあ励みになりますよ。よいしょ、ビュー。スーッと。ドライブラシをこう活かすためにもこういう色面みたいなのをちょっと持ってきてみるっていうのもありかもしれませんよね。この中にちょっと青みがかったのを少し差し込んでみたりとかね、すると抑揚がついて、ここの手前のところのこう、足跡みたいな、これは難しいですね。どうしましょうかね。あんまりこうね、何にもここのところが、なってないっていうのも、あれなんで、水を多めにしたもので少しこうね、なんか、遊んであげて。ね、いろんな人の足跡、これ観光客の人が少し歩いたりとかしてたんで、で、こうドライブラシで描いたところをまたこう水とかで触ってあげたりとかすると、その絵の具が溶け出したりとかしますもんね。魅力度ランキング、最下位の県におります、私が。魅力度ランキング1位の県。それは広いしね。ね、言うてもね。90分で端から端まで行けるそうなんですよ。探してみてください。その47位の都道府県。ね。あえてそういう、こう、人が少ないとこにこう旅行行くって僕は意外とあれなんちゃうかなと思うんですけどね。じゃあもうおじさんにはなかなか会えないのでね。はい。おじさんも皆さんのためにわざわざ出向くことはないので。レンタカーも一時なんかものすごい安い値段でこう貸してたけど、今もやってんかな、あれ。なんか、1000円とかですみません。皆さん勝手に調べてみてください。空港からレンタカー1000円サービスみたいな一回やってたことありますもんね。そんなのあるって。あと、日本三大、美肌の湯もあるし、ね、温泉もありますし、で、その近く、日本酒の酒蔵巡りみたいな日本酒好きな方ね、ぜひぜひ、いいじゃないですか。なんか、スペインの人が日本酒酒蔵行きたいって連れてったことありますよ。ちょっとこれで一旦こう乾かして、よいしょ。ちょっと分離色綺麗ですね、この辺ね。一旦乾かして最後の描き込みをしたいと思います。それでは、乾燥しましたので、最後の描き込みの前に、無駄な線とかをね、少し消してみてください。練り消しで消してください。まあ、青空がね、もうちょっとこう強めに出るかなと思ったんですけどね、ちょっとこう青空の研究はせんといかんなと思います。もうちょっとこう強い。バジターブルー単色では少し弱かったので、まあ、ウルトラマリンブルーはちょっとこう紫がかったような雰囲気があるので、まあ、コバルトブルーかなんかがあればよかったかなと思います。まあ、もう一層塗ってもいいんですけど、まあ、あんまりこう、その辺はもういいかなと。で、ちょっとこう、雲とかがかかってるなとか思うところとかね、ちょっとこう、激落ちくんみたいに使って、シュー、綺麗な水ですよ。綺麗な水使って、シュー。ゴシ。いや。なんかもね、向こうに雲が少し。ピヤ。ここにも少しね、ピュー。よいしょ、ピヤ。という感じで少し雲を描いて、最後の描き込みをしていこうと思います。まあちょっと水も多めに、したりもしながら、すべてドライブラシというわけでもなくてもいいかなと思いますけども、どうしてもね、ドライブラシなので細かい仕事ってなかなかこう、しにくいところもありますので、
なんでかというと、まあ、普通に紙のこの凹凸ね、ガサガサがありますから、あとはなんかこう、ちょっとグレートーン作って、こう、ね、雪のこう、色面とか描いたり、本当に微妙なところを少しこう描いていったり、これなんかちょっと影の目になってんでね。影の色面になっている。ここなんかもね、少しね。筆先のこう、うまいこと使いながらこう、かすらせて描いてあげたり、この辺をね。まあ、この辺のこう、細い枝とかもね、描けるならば、こういう面相筆使ってね。よしよしよし。少し毛先、木の先ですかね。ちょっとなんか黄色く見えてるなというところがあったらね、そういうのもちょっとしたアクセントになりますのでね。ちょっと、このがね、どうやって落ちたんかな。一回こう、絵の具が乗ったところっていうのは結構描きやすいんですけどね。乗ってないっていうところはやっぱね、ちょっとドライブラシを中心に描いていきました。これからの季節ね、雪も降ることもありますし。どっちがいいかな、こっちかな。なんとなくこう、主役がこっちの方が多いかな思ってこっちにしました。品のサインを書いて、完成でございます。ドライブラシ描けます。皆さんもぜひぜひ試されてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。完成です。終わり。